皆さんこんにちは。シェア畑リエットガーデン三鷹菜園アドバイザーの高畑です。今日は2023年におすすめしたい推し野菜10選をご紹介いたします。三が日も終わり、いよいよ2023年の栽培の活動が開始いたしました。どんな野菜を植えるかワクワクしている方もいらっしゃるかと思います。まもなくじゃがいもの栽培、夏野菜の栽培が始まるので、事前の計画が重要な時期となります。今回は私がこれまで栽培してきた経験の中から皆さんにおすすめしたい推し野菜を紹介いたします。ぜひ今年の家庭菜園の参考にしてください。後半の5つは家庭菜園ライフで紹介いたします。ぜひそちらもご覧ください。最後に質問にもお答えしますので最後までご覧ください。それでは行ってみましょう。それでは推し野菜をお話しする前に栽培のポイントについてご紹介していきます。一つは栽培の開始時期と終わりの確認です。栽培する品種の中にはあらかじめ苗を作っておかないとうまくリレーできないものもあります。したがって実際に5月から栽培するといっても種まきが3月の初めになるものもあります。また間に植えるとちょうど落ち着く野菜もあります。そういった観点からまく時期というのが非常に大切になってきます。適期を逃さないようにすることが一番のポイントになります。続いて野菜の組み合わせに問題がないかということです。これについてはコンパニオンプランツという考えがあり、一緒に植えると相乗効果で病気や害虫からその野菜を防ぐ、守るというような組み合わせもあります。また相性の悪い野菜もありますので、その辺はネットや当チャンネルなどを参考にして植えるようにしてください。最後に植える場所、畝が日当たりの問題がないか確認してください。日当たりというのは植物にとって光合成をする上で非常に大切です。半日の中で育てるとひょろひょろっとしたような野菜ができてしまう場合がありますので、その点にも注意してください。今回ご紹介する野菜は春夏野菜となります。まず1つ目はじゃがいものアンデスレッドです。このじゃがいもはまず普通のじゃがいもと違い、表面が赤い色をしています。中の実は黄色い色をしており、ホクホクとして非常に美味しいじゃがいもです。何よりもこのじゃがいもの特徴は多収穫が望めるということです。また病気にもかかりにくいじゃがいもで、しかも休眠期間が短いので秋にも栽培することができます。私は昨年このアンデスレッドの他にじゃがいもの王道である男爵、メイクイン、この3種類を植えてみました。この3つの中では一番収量が多かったのが今回ご紹介いたしましたアンデスレッドです。今年もぜひ私はこのじゃがいもを育ててみたいと思っています。2つ目の推し野菜は春の葉物野菜わさびリーフです。葉はフリル状でボリューム感があって柔らかくほのかに辛く爽やかな味です。生のままサラダでも食べられます。害虫にも強く栽培も容易で夏野菜の前作として栽培するのがおすすめです。私は昨年トマトの前作としてこれを栽培いたしました。トマトも私は種から作っているんですけれども、十分に調整が効くのでこれを4月いっぱい育てまして、トマトは5月の中旬に植えました。このように前作として栽培することができますので、推し野菜の一つとしてご紹介いたしました。3つ目の推し野菜は西洋野菜のトレビス・ジュリエッタです。赤紫色の結球するチコリです。ほんの少し苦みがありますが、リンゴを皮ごと食べた時のようなフルーティーさがあるので肉料理と相性がいい野菜です。定食後2ヶ月程度で収穫できるので、3月上旬に苗作りをしておけば
6月上旬に収穫が可能です。病害虫に強く栽培が簡単なのもおすすめの一つです。このトレビスは私は去年初めて作りました。結球チコリということで相当苦いんではないかと思ったんですけれども、先ほどご紹介したように食べた時の感想はリンゴを丸ごとかじったような味で非常に驚きました。ですので今年もぜひ作ってみたいと思っています。4つ目は水ナスの一種でサラダナスです。京都の鴨ナスのように丸っこい形状で可愛いナスです。果肉がきめ細かくフルーティーな味わいがあります。お刺身感覚で食べたりサラダや浅漬けにぴったりです。もちろん普通のナスと変わらずナス料理全般に使えますので料理の使い勝手がいいお野菜です。このサラダナスも去年初めて栽培してみました。出来上がりが思った以上に丸っこくてですね、可愛いナスだという印象とともに食べた時がすごい衝撃的でした。というのはナスの味がしないんです。まるで梨を食べているような甘さを感じました。ですのでこのナスもまた今年も作ってみたいと思っています。最後の推し野菜は中玉トマトのフルティカです。高糖度の中玉トマトで皮が薄く食感がいいのが特徴です。また皮には弾力性があって割れづらく、昨年は2本仕立てで9段まで作って約150個ほど収穫しました。大病性があり非常に育てやすいトマトです。このトマトは毎年作っているので超おすすめです。私が作った見本の区画では高さが2メーター近くまで成長しました。そしてその高さになっても中玉トマトとしての大きさは遜色がない大きさまで育つことができました。したがってですね、皆さんもぜひそうなるように今年はこのトマトに挑戦していただきたいと思います。今日ご紹介いたしました5つの品種は比較的珍しい野菜だと思います。一般的なものも当然栽培されるでしょうけれども、このような珍しい野菜を育てると栽培そのものがまた違った楽しみ方ができると思いますので、ぜひ今年はこれらの野菜に挑戦していただきたいと思います。それでは質問コーナーです。こちらの玉ねぎの動画にコメントをいただきました。うちのホーム玉ねぎも今回の動画で紹介いただいたように玉が大きくなっていません。何か対策はあるのでしょうか、というコメントをいただきました。ホーム玉ねぎはなかなか難しく、あまり大きくすることができないと言われています。一番のポイントは植え付けの時期かと思います。真夏の一番暑い時期に植えますと初期生育が悪くなってその後あまり大きくなりません。また9月の後半になってから植えたりすると逆に成長そのものが遅いのでやはり大きくなりません。したがって9月の初めくらいに植えるのが一番いいかと思います。頑張ってください。今日は2023年おすすめの推し野菜10選のうち5選をお伝えいたしました。この動画が面白かった方はチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。チア畑菜園アドバイザーの高畑でした。それではまた。